皆さん、こんにちは。田口慎と申します。今日はですね、ITEC さんを通しまして、欧米企業のデザイン for Six Sigma DFSS を紹介したいと思います。私はですね、1983年から主に米国企業で、いわゆる田口メソッド、品質工学、最近ではロバスエンジニアリングと言われていますけど、を指導、そして2000年ぐらいからデザイン for Six Sigma の指導と、テーマのコーチングなどをやっております。まず、デザインフォーシスグマの背景ですね。バックグラウンドですけど、えボーゲルさんっていう人の、Japan as Number One という本が出版されたのが、1979年です。で、1980年代にはですね、その頃、日本企業が安くて品質のいい、信頼性のいい製品をどんどん、世界市場を侵食していったんですね。で、欧米企業っていうのは、なんで日本企業こんなことできるんだって言って非常に不思議があったわけです。そこで欧米企業は日本企業を調査して学習しました。で、欧米企業が日本企業に学んだ特質というのは、顧客満足度を最優先する。ボイスオブカスタマーですね。チームで品質問題を解決して再発防止を図る。PDCA サイクル、プランドゥチェックアクトのサイクルを回して、絶え間なく改善を続ける。製造工程で品質を作り込む。ものづくりでパーフェクションを目指す。設計で信頼性と品質を作り込む。盛んに、7つ道具であるとか、新7つ道具であるとか、実験計画法であるとかという SQC ですね。統計手法を盛んに応用する。品質を企業文化とする。で、こういう概念はですね、当時の欧米企業ではほぼ皆無だったんですね。で、品質っていうのは、検査部門の責任で、検査部門の仕事っていうのを認識だったんです。そういう意味で日本企業のやり方に驚愕し、Japan as No.1 に納得したわけです。そこでですね、欧米企業は、日本の TKM というのを導入したかったんですね。ところがですね、実勢を重んじる日本の TKM っていうのは欧米企業には馴染まなかった。契約社会ですから。そこでシックスシグマというのが、モトローラ社で開発されて、1990年代に入って欧米に広まっていきました。シックスシグマではですね、全社的に展開するための仕組みを作り、問題解決テーマを選択して、日本の QC ストーリーのような DMIC、define, measure, analyze, improve, control というプロセスで問題解決テーマを進めます。大企業ではですね、年間200、300、400件に上るテーマを完了してデータベースに登録します。シックスシグマの問題解決のテーマ、目的っていうのは、基本的に今ある無駄や起きてしまった不具合、不良を対象にして改善し、再発防止を図るものです。で、コストダウンが第一の目的なんですね、シックスシグマは。そこで、未然防止を理想とする技術開発、設計開発テーマには、このディマイクっていうのは馴染まないんですね。そこで欧米企業はですね、設計開発テーマに対する、テーマの進め方を開発しました。で、それがデザインフォーシックスシグマです。で、それが2000年に入る、手前ぐらいから広まっていきました。僕も個人的には、その頃から DFSS を、キャタピラ社、現代自動車、ジェネラルモーターズ、クライスラー、フィアット、デルファイ、ボッシュ、いろんな企業で、手伝わさせていただいています。で、もう一つ挙げたいのが、シックスゲマとか、デザインフォーシックスゲマっていうのは人材育成に大きな目的があります。グリーンベルト、ブラックベルト、マスターブラックベルトなどの、スキルの認証制度を設けています。で、今日紹介したいのは、残り半分で紹介したいのは、DFSS
テーマを進めるための IDDOV というプロセスを紹介します。IDDOV のプロセスなんですけど、最初の I は Identify Opportunity。意味のあるテーマを選択して計画書を作ります。テーマを選んでから、チームリーダー、チームメンバー、プロジェクトスポンサー、人ですね。人を決めて、計画書を作ります。予算であるとか、期間であるとか。いいですか？で、IDDOB の最初の D ですけど、これは Define Requirement です。ボイスオブカスタマーの生データから、重要なニーズとウォンツを抽出し、クリエイトし、要求の優先順位を決めて、目標値を設定します。で、この目標値を達成すれば、売れるものができるね。お客さん喜ぶね。というレベルを、目標としてます。で、IDDOB の2番目の D というのは、最強のコンセプト、設計コンセプト。要求が分かったらまだコンセプトがないわけですね。設計のアイディア。で、アイディア出しです。デベロップコンセプト。ピューっていう考え方と進め方があります。で、この進め方で進めて、アイディアが出尽きるまでアイディア出しをするんです。単なる星取り表ではないんですね。で、アイディア出しのための、便利なツールである、トリーズであるとか、小売設計、アクシオマティックデザインって言いますけど、なんかは必要であれば利用する。理想はイノベーションです。2番目の D は設計概念、設計アイディア、アイディア出しと選択です。最終的には選択します。で、IDDOB の O ですね。で、設計コンセプトが選択されたら、それを最適化します。ロバスト性に注目して最適化します。機能のロバスト性のアセスメントと、ロバスト性の最適化、許容さの最適化、MT システムも含む、いわゆる託児メソッド、品質工学、ロバストエンジニアリングの応用です。で、V。最適化終わったら、今度は最終的な検証ですね。このテーマや、このプロジェクトによって、結果の検証、目的を達成しているのか、do no harm のチェック、なんか変なことになってないか、lesson learned、文章化コミュニケーションプラン、アクションプランです。IDDOV の I と V は必須です。やらなくてはいけない。ただ、DDO はですね、必要に応じて実行します。例えば要求なんかも分かってるっていう場合は、最初の D はスキップします。今ある設計概念は変えないつもり。新しい設計概念を、今ある設計概念でなきゃいけないという場合は、2番目の D はスキップします。いいですか？で、必要に応じて DDO は実行します。このスライドはですね、IDDOB のイメージを示しています。I は Identify Opportunity、テーマ選択ですね。テーマ選択フィルター、テーマのマップ、最初の D が要求の整理、品質の家を建てます。で、アウトプットが戦略的ターゲット。2番目の D が、設計概念の、設計アイディアの創造と選択。ベストなアイディアが選択されたら、必要であれば最適化する。ロバスト性のアセスメント、ロバスト性の最適化、許容さの最適化、情報システムの最適化、など、などです。そして、最適化の後に verify、検証ですね。最初のテーマ選択の計画書に、当然、このテーマを選択した理由と目的っていうのが、あと、達成されるべく、ベネフィットですね。成果。で、そういうのがきちんと達成できたかどうか、結果の検証です。で、立ち上げたり、ロバスト技術の棚に登録したり、アクションプラン。ですか？で、これがですね、DFSS のテーマの例ですね。
バックアップカメラのサポートグラフィックの設計。で、この場合はですね、特にエネルギー変換の機能はありませんから、要するに、主観ですよね。いい悪いは。このグラフィックは見やすいとかね。使いやすいとか。で、その場合は O はスキップします。セダン車のトランクフィーチャーの最適化。これも O はスキップしてます。自動変速機のソレノイドのロバスト性の最適化。これは IDDOV です。いいですか？で、まあ、これ一個一個やると時間かかっちゃうんで、一応お見せするだけにしておきますね。車体設計の衝突性能の最適化、1DCA による車体合成、ねじり合成の最適化と軽量化などですね。イグニッションボタンの設計、自動運転のための歩行者衝突時間の予測システムの最適化。これ IDDOV です。ミニバンドスライドドアの開閉機能の安全設計の機能性評価。これは、爆出しですね。L64 によるアダプティブクルーズコントロールの、バリデーション試験。まあ、こんなのが、DFSS のテーマになっています。で、まあ、これを見られて、様子がお分かりになると思います。で、最後ですけど、一例としてですね、米国、まあ、N 社としておきますね。の DFSS の導入と展開っていうのを、紹介します。で、実はジェネラルモータースで DFSS の展開に関わっていた、リー・マンデーっていう方がいるんですけど、で、まあ彼はかなり顔の広い人で、で、N 社を説得したんですね。DFSS っていいもんだぞと。で、そこで N 社は、じゃあやろうっていうことになって、トップダウンですね。で、トップ研修半日、15人ずつ2回、体制作りですね。あの、まあ、推進室みたいなのを作ったわけですね。DFSS 担当のトップ、DFSS の事務局長、1000人 BB 候補5人、テーマの候補70件ほど挙げてもらって、テーマの選択セッションをしました。これ、まあ3日間かけて、40件選択しました。で、各テーマのチームリーダーを選定して、20人ずつの研修、3週間の研修、2回やりました。で、研修第1週が終わってから、もうテーマを、キックオフします。で、テーマが進むごとに、コーチングというのをやっていきます。必要に応じてですね。で、テーマのレビューを、プロジェクトスポンサーとか、チームリーダーで、レビューを週に1回。で、コーチングはだいたい3週間に1回とかですね。で、プロジェクトレビューに書いて、プロジェクトを終了し、データベースに登録します。これがだいたいですね、1年半から2年ですね。で、この企業、まあ実は私も関わってるんですけど、今、第2回に入りました。で、40人終わって、もう40人今やってるところです。それでですね、一つだけ言いたいのが、ですから、80人のチームリーダーいるんですけど、で、彼らはですね、この80人のチームリーダーを、チェンジエージェントって呼んでます。チェンジエージェント。要するに改革を進める者たち。ですから、企業文化としてですね、ボイスオブカスタマーとロバスト性を強調する、企業文化にしていきたいということで、チェンジエージェントと呼ばれています。で、今展開中です。まあ、以上、欧米企業の DFSS に関して紹介しました。質問などありましたら、ぜひ iTech 社にお問い合わせしてください。大変ご清聴ありがとうございました。